ドッグフード徹底解説の翔です。ごまちゃんです。今回のテーマはですね、オイルコーティングについて。で、オイルコーティングっていう言葉なんですけど、皆さんどういう印象を抱かれるでしょうか？おそらくほとんどの方は、オイルコーティングっていうのは、オイルが酸化するのでよろしくないっていう印象を持たれてる方が多いかと思うんですが、実際はどうなんかっていうとですね、そうとも限らないっていうのが正直な意見です。多分これかなり少数派な意見なんかなって思うんですけど、なんでオイルコーティングが決してダメではないかっていうのを今回はちょっと解説していこうと思います。で、まずはオイルコーティングがどういうものなのか、オイルコーティングしているものと、ノンオイルコーティングですね、の実物をちょっと見比べてみましょう。まずこちらが、オイルコーティングをしている、海外製のフードですけど、ですね。ごめんなさい。表面が、オイリーな感じなので、見てもらったらすぐわかるかと思います。で、一方でこちらが、オイルコーティングしていない、いわゆるノンオイルコーティングって言われるやつですね。こんな感じ。表面がサラサラなので、オイルコーティングしてないっていうのはすぐわかるかと思います。ごまちゃん。そもそもオイルの酸化とは何ぞやっていうと、油の主成分の脂肪酸が、空気中の酸素と反応するっていうのがオイルの酸化ですけど、家庭だと揚げ物をしてる油、あれずっと使ってるとだんだんドロドロになってきたり、匂いが悪くなってきたりっていうのがあると思うんですけど、あれがオイルの酸化ですよね。で、酸化した油っていうのは非常に体に悪い。これは人間も犬でも一緒で、だからオイルコーティングしているものが悪いっていう風に言われてるんですけど、そもそも考えていただいてほしいのが、オイルコーティングをしてないっていうことは、原料と一緒に油を混ぜた状態で粒を作ってるっていうこと。過去動画でドッグフードの5つの製造方法っていうのを、紹介した動画があるんですけど、その動画ちょっと見ていただいたらいいなって思うんですけど、オイルコーティングをしてるフードっていうのは基本的にエクストルーダーになります。これはちょっと物性の関係で、オイルコーティングっていうのはエクストルーダーの粒が非常に相性がいいから。混ぜ合わせた原料をスクリューでぐーっと押し出して、カッターでスパスパスパってカットしていく、そんな製造方法です。これね、よく考えていただきたいのが、オイルコーティングをしてないっていうことは、混ぜ合わせた原料、ここにオイルが入ってるわけですよ。スクリューで押し出されますよね。で、この時にすごい高温高圧になってます。ここで劣化するよっていう話なんですよね。で、粒になって出てきますよね。それがそのまま乾燥するのがノンオイルコーティング。で、オイルコーティングしてるっていうことは、カッターでスパスパスパって粒になった後でオイルをかけてる。このスクリュー内の高温高圧っていうのをスルーして、その後でかけてるっていうことなんですよね。こっちの方が劣化しないと思いません？特に、犬にとって体では合成できないので、食べ物から摂取しなければいけない必須脂肪酸っていうので、オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸があるんですけど、オメガ3脂肪酸は魚系のオイルですよね。DHA とか EPA とか、そういうのってすごく熱に弱いんですよね。じゃあ、高温高圧下でのこのスクリューの内部の状態に入っちゃうと、どう考えても劣化するんですよ。だから、粒にした後に添加する。どう考えてもその方がいい。だから、オイルコーティングっていうのは決して悪ではないんですよね。さらに言うとですね、エクストルーダーの中でも、海外製のちょっとレベルの高い製造方法のとこなんかだと、さらに酸化しないように工夫しているパターンもあります。エクストルーダーって、高温高圧下でスクリューでガーって押し出されて、スパスパってカッターで切って、高圧下から
1気圧の通常の気圧に戻るときに、ちょっと膨らむって過去動画で言ったんですけど、その時にですね、粒内部に水分があるんですけど、圧力の変化の関係で、中の水分が外にバーンって飛び出すんですね。で、その時に細かい穴がいっぱいできる多孔質って呼ばれるんですけど、それがちょっとエクストルーダーの特徴でもあって、その小さなこの穴を利用してそこにオイルを浸透させるっていう技術を使ってることもあります。粒をね、真空状態にするんですよ。すると、その細かい穴までオイルがじわーっと入っていくんですよね。単純にオイルコーティングっていうと表面にぶっかけてるだけってイメージされるんですけど、そういう技術を使ってるとこもあります。一例ですと、ファルミナ。はい。粒こんな感じなんですけど、見た目にはね、正直あんまりわかんないかもしれないですけど、国産のプレミアムドッグフードって、ほとんどがノンオイルコーティングになってますけど、これね、ちょっとマーケティングの関係だと思うんですけど、ノンオイルコーティングをアピールしすぎて、変な情報が出回ってるというか、ノンオイルコーティングじゃないと売れないようになってるんですね。多分、結構フード調べるときでも、ドッグフードノンオイルコーティングとかで多分調べる人非常に多いと思うんですけど、オイルが酸化する理屈を考えると、今まで説明した通り、決してノンオイルコーティングが絶対正しいとは限らず、オイルコーティングしてるっていうのは結構理にかなってる部分もあるんですよね。っていうのをぜひ知っていただきたくて、今回この動画を撮りました。ノンオイルコーティングを言うがばかりにですね、たまにオイルコーティングしているフードをお湯で洗うとか言う人おるんですけど、それは絶対にやめた方がいいです。っていうのも、オイルコーティングする意味っていうのは、熱に弱いから後にかけてるんですよ。で、オイルはもちろん、脂質源としてももちろんそうだし、熱に弱いビタミンなんかを一緒に混ぜて、オイルに一緒に混ぜて、で、フードに添加してる場合もあるんですよ。それをお湯で流しちゃったら、いや、それありきの保証成分ですからね。栄養バランスとして完全に崩れてしまうんですよね。そういうことを発信してる人もおるんですけど、それ責任持てんのってすごく思います。だったら、もう素直にノンオイルコーティングのフードを使えばいいし、あとはそうですね、おすすめなんが、心配であれば、真空パックで、小分け保存するっていうのが一番いいかなと思います。ついでなんで、真空パック、ちょっとやってみましょうか。これ、私が普段使ってるやつなんですけど、普段の小分けなんかもそうですけど、旅行の時とかなんかですね、もう非常に便利です。ぐまちゃん、邪魔。はい。こういう状態。今袋開いてる状態ですけど、はい。こんな感じですね。これだけ脱皮してしまえば、もうそう心配する必要はないんで、こういうのを活用していただければいいかなと思います。オイルコーティングについて説明してきたんですが、オイルコーティングってね、よく食いつきを良くするためだけにとか書いてるんですけど、ドッグフード基本的にライン工程で作られるわけですけど、オイルを添加するっていう工程を増やすっていうことは、それだけ手間もかかるわけですし、設備投資も必要ですよね。今回動画で説明した真空にするのももちろん結構高い設備が必要になってくるし、ただただ食いつき良くするためだけにやるっていう話で利益を出さんといけん企業がですよ。ちゃんと品質的なメリットもあるっていうのをぜひぜひ知っていただきたいなと思います。じゃあ今回は
これまでで、また次回もよろしくお願いします。